こんにちは、ロックンクローラーズです。アキシャルの SCX-103 ベースキャンプビルダーズキットのビルド動画第2弾。第1弾の方はね、概要欄にリンク貼っておくので、そちらもチェックしてみてください。今回は F バック、第6工程からスタートですね。いろんなプラスチックパーツこの段階で出てきます。リンクをつけたりとかですね、いろいろしながらですね、なんとなくもうシャーシの構造が出来上がっていく感じになります。ネジがね、結構多めに入っているので、使うね、選択するネジ間違えないように注意が必要です。それにしてもね、前回の動画でも言いましたけど、このアキシャルのね、プラスチックパーツは本当にですね、出来がいいですね。これエレメントとかにはないですね。やっぱこの質感。強度とかっていう意味ではないんですけれども、なんか見た目がやっぱいいですよね。で、ここはね、これなんだっけ、パナールロマウント。あれは、スチール製になってましたね。で、これがスキットですね。スキットプレート。これがベースキャンプの、新しいスキットなんですけども、ネジ穴とかもね、ちょっとSCX-102 とかエレメントエンデュロとは共通性がないので、この辺ね、LCG 流用したい場合にはちょっと注意が必要です。このスキットそのままね、LCG シャーシにはね、つかないですね。ちょっといろいろ考えてやってみたんですけれども。で、リンクもですね、こういう別のパーツに装着して、これをスキットに固定するというですね、2段階踏むんですよね。これがですね、結構この103系のポイントじゃないかなと思いますね。普通リンクってこのスキットとか、あと、シャーシに直接固定したりするじゃないですか。これアッパーリンクですけどね。アッパーリンク、ここのスキットのこの横側にね、こうやって固定するんですよ。ロアリンクはスキットの真ん中の部分にね、ネジで固定するんですけれども、こんな感じになりました。この辺は SCX-103 ラングラーとかあの辺と基本的には一緒です。続いてですね、サーボをマウントに装着していきます。ここがですね、この、キット最大のちょっと難関といいますか、ちょっと厄介なところですね。結論から言うとですね、このサーボマウント、幅が狭いんですよ。で、こんな感じでですね、サーボが入らないんですよね。真ん中には入るんですけどね。あと、左側の方にも。でも指定がある場所には幅が狭くて入らないんです。で、これきっとですね、スペクトラムとかの、ホライゾン系列の、サーボだとぴったり入るんですけれども、他のサーボメーカーのサーボだと入らないケースがあると思います。これも入らないですね。このヤスサーボも入らないです。リーフスとかね、あの辺のサーボだと入るっていう話もあるんですけれども、海外の人はですね、マウントを削ってですね、入れるような作業をしてました。なんで僕も削りました。アキシャルのラングラーのキット作った時もですね、サーボの固定、どっか干渉する部分があってですね、スペクトラムのサーボなら干渉しないんだけどっていうですね、本当にここアキシャルの謎仕様なんですよね。なんでそこまでスペクトラム使わせたいのかっていうね。で、これもリューターで削って、なんとかギリギリ入るようになりました。削りすぎちゃうとね、あそこ折れちゃうんでね。ただここシャーシに固定されるとこなんで、強度自体は別に必要はないです。ここ本当なんかアキシャルのね、謎なんですよね。サーボとかああいうののスペクトラムのサーボを使わせたいがための、変な設計。社外品使うとこういうカスタムが必要になってくるってね、これはね、他のメーカーではあんまりないですよね。で、とりあえずですね、削ればいくんで、こうやって削ってですね、サーボは固定しました。そしてシャーシレールですね。
SCX-103 はですね、こうやってですね、レールが2本に分かれてるんですよ、片側。エレメントとかも1本ですよね。トラクサスとかレッドキャットも確か1本ですよね。10.3 はこういう風にですね、2本のレールを、スキットと一緒に友締めして固定するみたいなものです。で確か、このベースキャンプじゃない SCX-10 のキット、ラングラーのやつは、締めるところの調整ができてですね、それでホイールベースの変更とかできたはずなんですけど、このベースキャンプに関してはね、なんかそれができないような仕様だった記憶があります。で、こんな感じでもうね、片側からパーツをですね、どんどんくっつけていくスタイルですね。これがね、本当に僕的にはよくわからない仕様。エレメントみたいに初めにもう全部シャーシ組み込んじゃった方がやりやすいのになっていう気はするんですけど、なんか片側ずつこうやって組んでって、で、パーツもですね、片側ずつ入れていくと。これでどこにどのパーツがどうだったっけみたいなのがね、ちょっとわかりづらいんですよね。とは言ってもね、説明書見てやれば全然わかりますけどね。でこのリンクがいっぱいねくっついたこのスキットもですね、ここでですね、このサイドプレートとレールとスキットで友締めという感じですね。こんな感じ。ここまで来るとなんか出来上がってきた感じしますよね。で、バンパーマウントとかもね、フロントとリアくっつけて、それでやっとね、反対側のレールもこうやってくっつけて、いろんなパーツもつけてネジ止めして、そしてやっとね、シャーシが完成した感じです。そしたらあとはもうね、出来上がってるパーツを乗せていくだけですね。スキットにトランスミッションを乗せていきます。こういうネジ穴ですね。結構ね、重心低い位置に固定されます。もともとはね、やっぱフロントトランスミッションっていうのが SCX-103 の売りというかね、だったんですけれども、やはりね、SCX-102 のこの標準的なね、スタイルに戻ったというのがベースキャンプですね。そしてアクスルもね、もう仕上がっているので、リンクとね、合体させて取り付けていきます。フロントの場合はね、パナルリンクとかね、あとサーボホーンとね、固定する必要があったりもするので、ちょっとね、この取り付けがね、大変だったりはするんですが、でもね、どんどん形になっていくと嬉しいですよね。で、このプロペラシャフトのここのネジもね、この辺はね、手締めでやっています。サーボホーンは 25T タイプですね。これキットに付属しているものです。サーボホーンの長さって結構シビアですよね。社外品使ったりすると、レールと干渉したりすることもあって、純正でついてるものがあるならね、それ使うのがやっぱベストだと思います。これがね、パナールリンクはすごい細いですよね。ラテラルロッドとも言うんですよね、確かね。これがね、やっぱアルトのナイトではね、走りの走りに差があるかっていうとちょっとわかんないですけど、やっぱ登板の時とか、トルクツイストとか、いろんな意味で、なんか挙動にね、影響は出てくると思います。サスペンションはこんな感じで、
装着して完成ですね。一応サスペンションのね、取り付け穴何箇所か選べるようにはなっていますが、大して変わらないですね。5つぐらいあるのか、場所が。で、これサスペンションつけた後にこれプロペラシャフト抜けてんの、あっちゃーって感じですよね。これも入らないんですよね。やっぱ取らないとね。それで、サーボもついてるし、フロントがね、ここなんとなくね、やっぱ斜めっちゃってる。わかります？これはですね、どこかのリンクがですね、長さがね、ちょっと合ってないんですよね。さっき言ってた 0 コンマ何ミリの単位でズレが生じてるから、あそこがですね、うまくですね、まっすぐにならないです、ここは。これはね、もう調整した後だったと思う。で、完成した図ですね。アキシャルのベースキャンプのビルダーズキット。なんかやっぱアキシャルって感じが僕はしますね。なんか、ああいうショックマウント周りとか、各種ね、プラスチックパーツのデザイン的なもの、トランスミッションのね、スパーギアのケースとかね、エレメントとやっぱ違うなって感じがしますね。これはね、でもね、やっぱいいシャーシですよ。途半がどうとか、クローリング性能が抜群にいいとかっていうよりも、そのオールマイティとしてトレールとかね、そういう意味でのいい動きする、足回りのこう動き方がすごくいいとか、やっぱ10-3ならではのですね、出来が期待できるシャーシだと思います。こんな感じで、仕上がったアキシャルの CX-103 ベースキャンプのビルダーズキットなんですが、走りの様子はですね、今後ですね、またね、レビューしていく予定ですので、皆さん、もしよろしければチェックしてみてください。ビルダーズキットも楽しいのでね、機会があれば挑戦してみてはいかがでしょうか。